Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近の僕はですね、もうまだ言うのかお前ってみんなに思われるかもしれませんが、今日もね実はこのラジオ収録前に運動に行ってきましたまた言ってんのお前運動って思われるかもしれないけど、運動ってねしんどいんですけどね、終わって筋肉がね張るんですよ。張ってそのね自分の体を見る時がねもう変態みたいになっちゃってるけど、見た時のね高揚感というか達成感がねたまんないんですよね。でしんどいじゃないですか行く時は。今日行きたくねえなと思うんですけど、行ってね終わった後の達成感と鏡の前で自分の体を見た時のね感じがすごく大好きですという今日この頃のゆうたです。はい、そんなゆうたがですね最近運動しながら聴いている NCT の、ね、曲をまず1曲皆さんにお届けしたいと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT ドリームでハットソース。 Yuta at home。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずはねメッセージすごいたくさん来てるので読ませていただきたいと思います。ラジオネームなぎささんからなぎささんって一回読んだことある気がするな。そのなぎささんかな、違うなぎささんなのかな、どうなんだろうからこんなメッセージをいただきました。いつもラジオを楽しみにしています。早速ですが最近夜になると真っ暗な静かな部屋にいることが好きで一人で考え事をよくしています。その時間が自分にとって心地がいいのですが、ゆうたくんは考え事をするときに聴く曲は何かありますか？ぜひ教えてください。私はアダム・レビーンのロストスターズをよく聴きます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。応援していますといただきました。ありがとうございます。いいですね、ロマンチックな方ですね、なぎささん。僕はね逆にこうリラックスしたい時とか静かな空間でなんか考え事だったりリラックスしたい時は声が入っている曲っていうのは基本的にあんまり聴かなくて OK だけですね。だから僕そういう曲の方がこう考え事だったりリラックスだったり集中したりってする時にはよくいいんです。自分には向いてるんですよね。アロマを焚いたりねしたりもしますし、で基本的に YouTube にねあるリラックスできる音楽って打ったらめちゃくちゃ出てくるわけで、そういうのも聞くし、あとね吹奏楽も聞くじゃん。だからオーメンズ・オブ・ラブっていうね曲も最近よく聞くし、あとねジブリのオーケストラとかもよく聞きますね。あとは平井堅さんの Even If とかもねすごいこう雰囲気があって、ちょっとねろうそくを焚いてそこで一人で聴いてたらすごいリラックスできるしいい感じですね。そんな感じですね僕は。はい。あとですねこの番組は全国各地の放送局で聞けますが、夕方からね夜にかけての時間が多いので、先ほどのなぎささんのメッセージのように、今夜は夜のゆうたのお部屋、夜のゆうたのお部屋、ちょっとセクシーな雰囲気でお届けしましょう。お昼間にねラジコやね OD で聞いてくれてる人はちょっとすいませんという感じなんですけど、というわけで夜寝る前に僕が流す BGM はこんな感じの曲です。エリック・ベネの、Still With You っていう曲なんですけど、この曲はねなんか星空をイメージできるような楽曲で、2005年のねハリケーンっていうアルバムの、最後の収録曲なんですけど、この曲は結構ねもう15年以上前の曲なんですけど、未だにねこう聴いちゃいますね。夜寝る時だったりちょっと落ち着きたいなリラックスしたいなっていう時はよく聴いてます。はい。で夜はですね基本的に僕は映画を見てますね。映画を見るときには電気を消して、寝る準備に入りますね。ベッドに入りながら見ますね。でこれ面白いね。ここねスタッフの人がね目を開けたまま寝るというのは本当なんですかっていう質問をねここに載せてくれてるんですけど、多分今もそうなんじゃないかなって思いますね。でもねこれ言っときたいのがね、俺の母が言ってましたけどね、目を開けたまま寝る人は目がでかい証拠だよって言ってくれてたんでね、そういうことですよ。なんかいつも友達にね
おいゆうたお前目開けながら寝てるぞってすごいからかわれて嫌だったんですけど、それをね母に言ったら、いいやんゆうた目でかい証拠やでって言われて、そうかっていうことなんで、僕の母が言ってたんでそういうことですよ皆さん。はいちなみにね、枕は今も使わないのですかっていう質問もあるんですけど、ちなみにね僕最近枕を使います。はい、最近枕のありがたみというかに気づきましたね。首が痛くならないとか、あとだから枕もちょっとね根は張ると思うんですけど、自分の首とかこの体に合わせた枕っていうのは一個あってもいいかなと思いますね。やっぱねダンスもするし、やっぱ体がね痛かったら何もできないじゃん。だからそういった意味で自分の管理でちょっとね高いお金をねこう払って、なんか一個いい自分特製の枕を作りたいなって最近思ってます。はい。でですね、基本眠りにつくまではスマホを見たりしてますね。直前まで基本携帯でね、都市伝説とか僕好きなんで UFO とかだったりね好きなんで、そういうオカルトね系の動画を見たりもしますね。そういえばあれだね、めっちゃ話それるけど、一昨年のコンサートでリノさんとジャニーとね UFO いるかいないかっていう説ですっごい盛り上がった記憶がありますか。懐かしいですね。そんな感じで基本ねオカルトだったり、あとはねファッション、髪型とかアクセサリーとか結構ファッション系も見たりしながらベッドでゆっくり横になって寝る準備に入るっていう感じですかね。で僕はね眠たくなくてもベッドに入るのよ。一応基本1時か2時には寝たいの。なんでかっていうと明日の朝起きれないから。これね悪循環になっちゃうのね。やっぱ寝れないと夜遅く起きちゃうでしょってなったら、次の日だるーってなって何もできなくなるので、それが嫌なんで基本ね遅くても3時ぐらいに寝て、あとね寝れないっていう人にねやってほしいことがあるんですけど、とりあえず運動してうるさいなって言われるかもしれないですけど、思われるかもしれないけど、やっぱね日中に体を動かしたり頭を使ったりして疲れさせることが大事。今ねコロナ時期でなかなか難しいとは思うんですけど、それをねするとある程度生活リズムは戻せるので、しっかりね体だったり頭だったりっていうのを働かして体を疲れさせることが、早く寝る秘訣です。はい。で僕はなのでオフの日はですね7時間ぐらいしっかり寝ますね。はい。そうですね。でね先週華麗なるギャツビーを見たって言ったじゃないですか。で華麗なるギャツビーがこう印象深くて、いい映画だったなと思って寝てたんですよ。で寝てたんですけど、これね夢だよ、みんな夢なんだけど、女の人と俺駆け落ちする夢を見ちゃったんだよ駆け落ちする夢を見たんだけど、一般人の中本優太じゃなくて本当に NCT127 の優太として駆け落ちしてるのよ。だからもうバレるかバレないかヒヤヒヤじゃん。でヒヤヒヤな状態でもうバレたらいけないから、夜もねなんか野原みたいなとこ行ってテントを自分たちで組み立ててそこで寝てみたいな。で結局バレちゃうわけ。結局バレて、その恋はねミノラジの恋だったみたいなんで終わった感じがするんですけど、多分ね華麗なるギャツビーを見たせいだと思います。はい。で実際ね夢ってどんな人でも一晩にね3回から4回ほど見ているそうです。覚えてないだけだそうですよ。でちなみに夢をねよく覚えている人の特徴は、心配性な人、クリエイティブな人、空想好きな人だそうです。何個か当てはまってると思いますね。僕想像するの大好きですしね。心配性、クリエイティブだってほしいですね。でいい夢は忘れやすく、悪い夢は記憶に残りやすいです。だからだ、そういうことだ。駆け落ちして実らぬ恋だったからだそんな感じでございます。で夢のね特徴としては、いい夢は花や植物の夢だそうですね。花や植物の夢、愛情と財産を表しているそうです。で花や植物に囲まれた夢はとてもいい夢だそうです。太る夢ねも、幸福の証で金運アップがあるかもよっていう感じですね。で雨の夢はですね、物事がいい方向に進み願いが叶う暗示。火事の夢は一瞬怖いですが炎の大きさに比例して運気上昇すると言われています。赤ちゃんが出てくる夢、一回もないな赤ちゃんは。新しい道が開けるかもなどなどあるみたいですね。だからね僕思うんですけど、こういうね幸福の夢を見たければ
例えば花を寝る前にいっぱい見るとか、赤ちゃんが出てくるボスベイビーみたいなね映画をめちゃくちゃ見るとかで、多分そうすると脳がある程度覚えてるからその夢を見やすくなると思うんですよ。なんか俺夢を見るとき絶対になんかその寝る前になんか見たりしてるんだよね。でそのなんかしたやつが印象に残ってて、うわよかったなとか、うわこれめっちゃ嫌だったなっていうのが大体夢に出てくる感じするから、だからね皆さんねこういう夢で運気を上げたいと思う方はですね、一度映像だったり映画だったりっていうのを見るのも悪くないかもしれないですね。はい。それではですね、ここで皆さんに一曲お届けしましょう。僕が寝る前だったりリラックスしたい時に聴く曲ですね。久石譲さんの帰らざる日々という曲なんですけど、この曲はですね、紅の豚の、確か曲だったと思うんですけど、その豚になって帰ってこれないじゃん。で、その帰ってこれない人を思いながら女の人がね、歌うんですよね。その、ちょっと切なくて、でもすごい温かい感じの曲です。久石譲で帰らざる日々。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ご紹介したいと思います。この番組では NCT127 以外の曲もお届けしていますが、僕が選んだ曲についてのメッセージや皆さんからのおすすめの曲も送っていただいています。ありがとうございます。いいよね、やっぱね、教えたり教えられたりみたいなね。じゃあ早速紹介していきたいと思います。ラジオネームメロンソーダさん。ゆうたくんただいまお帰り。ゆうたくんのラジオを毎週楽しみにしています。ゆうたくんの感性が言葉に現れていて、毎回ゆうたくんの魅力を新たに発見しています。ありがとうございます。やっぱね、こういうのもさ、いつも思うんですけど、感性が言葉に現れて毎回ゆうたくんの魅力を新たに発見していますっていうことをね、僕のファンの皆さんはすごいおっしゃってくれるんですけど、やっぱね、どんだけ例えばね魅力を持っていた人がいたとしても、やっぱねそこに関して興味を持ってくれないとやっぱ見えないものってあるんですけど、こうファンのみんなって僕のことをすごいよく見てくれてるから、またこういう魅力があったなとか、こういう一面あったなっていうのを多分発見してくれてると思うんですよ。なのでね、すごくありがたいです。はい、行きます。そして毎週素敵な曲を紹介してくれてありがとうございます。私からのおすすめの泣ける曲はシラップさんの Lady for Youですね。ロマンチックすぎて聴くたびに泣いてしまいます。歌詞の流し見の映画、その目に映るサブタイトル Just a little longer、 好きなセリフがあるんだ、お願いまだ寝ないでをはじめ、全てが甘くて心に染みます。僕もねシラップさんの曲好きです。願わくばゆうたくんに歌ってほしいです。もうカバーですか。ちょっと考えてみますね。これからもずっとゆうたくんの活動を応援しています。僕もシュラップさんの曲をねよく聴くんですけど、この曲は初めて聴きましたね、僕実は。でリズム感もねすごくあって、やっぱねいいですね。シュラップさんのこの R&B な感じで、ちょっとねおしゃれな感じですごく聴きやすくて、おっしゃる通りね歌詞もロマンチックな感じで、いい曲紹介してくれてありがとうございますっていう感じですね。はい。やっぱねこういう風に僕もね反対に知らない曲もねまだまだたくさんあると思うので、こうリスナーのみんなにね教えてもらえるとすごく嬉しいですし、お互いねこれからも教え合いましょう。はい。じゃあ次いきます。ラジオネームマリリンさん。いつも楽しいラジオを届けてくれてありがとう。この間の久々のユーターズパワープレイ良かったです。ありがとう。そして今度ジムに行った時は同じルーティンでやってみますね。いやそれはあれだよ、マリリンさんに合ったプレイリストを作ってやらないといいですけどね。私は朝の出勤時に駅まで歩きながらワンオークのレネゲイズを聞いてテンションを上げてます。ルローニケンシンを思い出して闘志を燃やしておりますということですが、いいですね。レネゲイズいいよね。ルローニケンシン見た映画すごい見たいんですけど、レネゲイツだったりね、やっぱねロックってね一貫してテンション上がっちゃうんですよね。やっぱり僕の場合はねやっぱロックがすごい好きなんで、ポップとかヒップホップってちょっとノリがいいというかグルーヴがある感じなんですけど、ロックってすごい男らしいじゃないですか。なんかそんな感じが好きなんでね、これからもねレネゲイツだったりいろいろなねロックでいい曲あったなって思ったらみんなに紹介していきたいと思います。次いきます。ラジオネーム米粉パンさん。ゆうたくんこんばんは。私は小学4年生から大学生の今もなお陸上競技をしています。中学の時に好きだった人に教えてもらったラッドウィンプスさんの
君と羊と青は聞くとあの時の甘酸っぱい感じと部活頑張るぞっていう純粋な気分を思い出してよく聞きます。いいね。悩んだ時も歌詞の今がその時だと思って悩んで止まってしまう前に行動を練習をしようと思わせてくれる曲です。またゆうたくんも部活のエピソードがあれば教えてほしいですと来ました。いいですね、青春。僕はですね、部活は実は入ってなかったんですけど、クラブチームね、サッカーのクラブチームに入ってて、やっぱねその時の練習がね未だに覚えてるんですけど、毎回練習始まる前に7キロ走るんですよ。で終わったらタイヤをね、トラックの4トントラックみたいなタイヤをねこう腰に任されてね、で走るんですよ。でめちゃくちゃ嫌じゃないですかそれ。もう嫌だなと思って、すごい嫌でね、今もねしっかりこう記憶があるんですけど、今考えたらね、でもなんか俺がねこう体力だったり結構俊敏に動けたりするのを、チームの中でも俺結構忍耐力ある方だと思ってるね。そういうのも、こういう練習のおかげだったんじゃないかなって今になって思いますね。ただね、もう一回やりますって聞かれたら絶対嫌って答えるけどねまあね、絶対こう将来何かしら生きてくるから、それはねその時になってみないと分かんないけど、部活ね楽しみながら頑張って、この夏もね友達と部活の仲間といい汗を流しながら、青春してほしいなと思います。米粉パンさん頑張ってね。はい、ということでメッセージ皆さんありがとうございます。じゃあ続いての曲いきたいと思います。 NCT127 でミュージックダンス。Music dance. Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうた at home. Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか。曲紹介もね今後ね俺もねもっと違う曲聴かないといけないなと思うんですけど、やっぱりね自分の好きな曲聴いちゃいがちですよね。だからそういう時はやっぱこのラジオで、僕もねみんなに教えてもらった曲を1曲ずつね聴きながら、この歌詞いいなとかこのアーティストさんいいなとかこのメロディーいいなっていうのを思わせてくれるのでね、このラジオでこれからもねどんどん皆さん、僕にね逆に教えてください。僕もねいいなったら教えていくんでという感じですね。あとね本当に最近ね6月で日本はもう梅雨に入ったのかな、暑くなってきたからですね、皆さん体にはくれぐれも注意しながら、皆さん素敵な、一日を送ってくださいということで、みんな今日もいい夢、運気が上がる夢を見てください。くれぐれもね駆け落ちの夢だけは見ないようにね。虚しいよということでですね、皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も皆さん僕のお部屋にぜひ遊びに来てくださいね。じゃあみんなバイバイ。世界中が君の周りを巡る、振り回される快感に溺れてく。 I can turn you down, I can turn you down. Love falling to love 조준이 it's getting worse. 뭐가 기vo가 그놈이 두고 살았던 빌라이 이만 손이 tell me why. Give me 내릴 때니 오해 나의 drama crazy. 고생이 많이 so ain't no me. Give me 도매를 안에 나의 give me 사방까지 구나라서 덥상君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾く sweet tone それでも叫べよ get loud Cause you're my only one